皆様こんにちは、おともです。この度念願の RPCS3 導入に成功いたしました。記念すべき新環境一発目いくぞ。武器はこちら。標準武器ですね。また孫権かよ。懲りねえな。しかし新環境一発目なのにいきなり一戦排水陣なしとは、PCSX2 導入動画の時は一戦ありだったよな。そうそう。でも今回はもう裏で色々確認済みなんでね。最初から全力フルバーストなのさ。RPCS3 とは、PS3 のソフトをパソコンで起動するためのエミュレーター。いわば PS3 版 PCSX2。その例えくどくない？まあいい、今回はそんな RPCS3 の初陣、実 PS3 を超える高画質高速処理環境を楽しんでいこうではないか。ほうほう。そして高画質化でより美麗となった孫軍大の活躍ぶり。美麗。この巨都市売軍にて、たっぷりと見せつけて信ぜよう。新たな世の王様、相応のものであらぬか。行くぞ。最後の勝者はこの芝中達よ。この門をくぐった日々が懐かしい。打ち破れ。我が階級の念ものともに。裏手にも十分な軍を割いている。さすがそうそう。戦慣れした藤井。では始めるぞ。まずは維新を倒しつつに一人で落とします。ラストはジャンプ強攻撃でレンズと輸送ため、孫権のは飛び道具で使いやすい。よしよしここいらで。なんだぞ。無事ライブに繋がりました。これで押し切りましょう。いきなり押すかないったらあやしない。孫権はじめ天キャラは立ち上がりが非常に苦しい。金属攻撃範囲のまま近づくのは危険。レンズが上がるまではジャンプ強や縦長の壁技で、慎重に戦いましょう。こんな感じで右近撃破、ちょろいもんよ。このまま制圧。どうして剣キャラだけここまで貧弱なのか。他のリーチ隊長武将は何かしらの補助はもらえてるのに。まあ剣キャラがいかに苦しいかは、また今度語らうとしよう。西取りで制圧、除天兵長出るのをそってちょっとぐだついた。続いて正門奥の連中の剣抜きにかかる。内門に接近すれば大体誘導されてきます。ただ正門に近い加工トンと神秘は直接来る必要あり。そんな感じでまとまったから始めるぞ。手加減は正常。この場でやるのは単純明快。戦いながら相手のポテンシャルを集め、戦闘ランジで電源を仕切る。しかしここは予選。それに標準的で格闘してるから孫権の攻撃範囲は狭い。さらに上級の火力重装スキルがないから、アイテム拾えないとどうにもこの鉄則。まあ熱殺があるからアイテム自体は拾いやすい。アイテム十分出ればよし、ダメならやり直すくらいの気持ちで。しかしじゃあ RPCS3 なのはいいんだけど、バックどれぐらい上がってんの？目で見ても違いがよくわからないぞ。バックはこんな感じ。ちゃんと PHD で買ったよ。だから実際かなり上がってる。もっと上げることもできたけど、まずはこれくらいで。ちゃんと上がってるんだな。ならよかった。ただなんだろ、PCSX2 の時ほど変化を感じられない。まあ PS3 はもともと綺麗だからな。PS2 の画質の方が元がってる分、伸び幅は大きいよ。話を戻して次の伝承を確保しつつ同じ玉璽ゲットに成功。軍隊送信を倒してターチ撃の釣り的分断はネック。あ、神秘が言った。じゃああとは送信とか交代だな。そう。しかし現在のが残っちまった。サイズは変わってないとはいえ二人とも硬いからな。とりあえず加工さんはこのまま打つとして、精進はどうだろう。歴史も終わっちゃったし、まあいい、触れるだけ苦労。その後は適当に。残り体力2割半。これならすぐ押し込めるかな。総陣撃破、これで内門前のお掃除完了。まあまあ時間かかったな。総陣のうちもラシでちょっと間延びした。あんだけ長時間ランぶっつけて倒しきれないっておかしくない？この敵将は効き次第すぐガードするからな。狙って攻撃し続けてる敵将以外は全然削れんのよな。そうそう。まあ理屈はわかるんだけど、どうにも受け入れがたい。あれだけ触れたなら全員まとめて倒れるべきだろ。話を戻して勝者がしっかり動いてくれておる。正門前の敵将もちゃんと倒してくれたな。じゃあしばし、ラストを待とうか。門の耐久半分切った。よしよし、あと一突き。よと正門突破成功。じゃあ内門突破よろしくな。このまま次は内門奥の連中を減らしておくぞ。減らしておく。全面倒す必要はないから。ここらの敵を一掃したおかげで味方の内門突破はかなり早い。だから総非新規党の、特に奥側の連中だけでいい。前半終え戦況確認。現在開始4分34秒。特に問題はない。仕事に戻るぞ。最後の壁か。
この向こうに時代あり。全力で突破せよ。そうそうこの剣で。お尻アタック。よしよし開いた。ショートカット成功。あんな感じでゲバジのめり込みを活かして門解放できます。詳しくはこちら。見てね。そんで中に入ってやるべきは宗妃新規負債の撃破。宗妃は階段登れば出てきます。とっとと出頭願いましょう。父よ、隊員に手をかける。西田殿はこの宗師官につつけ。この戦術、入りにして能力がいいよね。宗妃の性能差がよく出てる。宗妃新規はハイバー化してませんが、副将所属武将式。なんと立ち回ろう。かっこいい。ラング打ち終わったし、強襲使うか。まずは強襲前半で削り、どっちを狩る。オッケー、あとは新規。エリクジつかめたから押し込むわよ。連にループでバシバシ削れ。新規撃破、ちょろいもんよ。覚醒も破壊もないとはいえやはり腐っても強襲。アーマーと攻撃力上昇は伊達じゃない。あと大活がいいね。高速からのコンボができる。熱殺大袋も漢字視聴視線にも強い。まあ肝心の火力補強がないのがあれだがな。今でも強いとはいえ、強さの表現が回りくらいんだよな。そういうのはもっとわかりやすく強いモーションでやってくれ。槍とか鉄とかさ、攻撃範囲貧弱な典型武将が欲しいのは、もっとストレートな底上げだからな。まあいい、満刀撃破。徐行も使わねえ。終盤に差し掛かってきた。続いて北側の総称も倒してしまう。奇襲スポットもあるしパパッと片付けられるね。そうそうこれこれ。ジャンプイン。そしてジャンプアウト。純粋でよしよし奇襲成功。本当なんであれで奇襲になるんだろうな。まあ便利だからいいんだよ。この奇襲総称をタコ殴りじゃ。あとさ、RPCS3 は高画質高速処理で非常に快適ですが、それはやはりマシンスペック次第。PCSX2 も画質上げると結構処理時間増えるけど、RPCS3 は体感それ以上。グラで組んでるゲーミング PC とかじゃないと厳しい。お供もゲーミング PC 使ってっからな。しかしそれも最初結構重くて、初期化したら快適になった。この手のエミュレーターは OS の更新で重くなりやすいみたい。スペック大丈夫なはずなのに入れてみて重かったら、一旦初期化してみるといいかも。その際はデータのバックアップを忘れずに、まあ初期化で内部データ全部突き飛ばす必要はないけど、一応ね。あとそうだ、RPCS3 ってゲーム中の明るさはどこで調整できますか？設定で全然見当たらなくて、素でも別にいいけどちょっと明るくしたいんですよね。その方が画面全体の発色がいい感じなんで、知ってる方いたら教えてください。話を戻して総営を倒しました。残り敵軍団は本陣以外にもまだちらほら残ってるか。まあすぐ片付くでしょう。チキンイセージの味方は強いからな。なのでそれらは味方に任せて本陣に乗り込むわよ。盛り上がってきたぜ。こうやって味方に背中を任せられるのが楽しい。いかに味方に任せられるようにセットするかもゲーム性だもんな。話を戻して敵本陣戦やっていこう。密度のためまずは拠点端へ移動。そっからはさっきと同じ。アイテム集めつつ特徴火力とライブで押し入る。火炎が倒れた。味方が強くて頼れるね。もう調子で頼むぜ。マップで見る限りあと2分間。じゃあスムーズに倒してくれるだろうか。結果僕はしたくないからな。話を戻して分岐に倒して強襲発動。このも広いぜいい感じ。ラオチュウも使えてるぜ。よしよし、前回の演奏ランクでまとめてくださいが、十分撃破、確実に決勝を振らせてるぞ。本戦はやっぱ長押しランクが安定してるのが大きいな。とりあえずゲージ貯めてしまえば決勝スタミナ持ってこる。まあたまりまでが長いんだけどね。あと強襲のすぐ勝でランクが安定してるのって結構珍しくて、やっぱアメリカこんな感じ。大多数がなんだかデメリットを抱えてる。たまりにくい、ためやすいけど当てにくい、当てやすいけど攻めが弱いタイプ。あと特殊は最大のスキルの強襲ゲーだと妙にする。まあ気のせいな部分もあるけど、要するに開発的に強襲ってのはかなり強いって認識なんだな。実際一点配空なくしなだと、その印象を大きく感じる。全身は乗らない動物のアルフランクとの相性は不良。文語系特殊はどのそれ自体の火力は低かったり。だからまんべんなく威力が上がりアーマーもつく。強襲の優位性が浮かび上がると、特にランクとの相性だな。そうそう。そして安定ランクに熱した大袋が合わさっている本戦も、実はかなり優遇されていてかつ、実際強いということだ。実はこの先なんか納得しがたいんだよな。この仕草と同様面のものと思うと、せめて投資と解消はもらえませんか？それはマジで欲しかった。話を戻してこの場の残りは早々のみ。あとフィニッシュの投稿。お、いったな。一応見とこう。そうだけです。よしよし、これでフィニッシュ。早々撃破、これで攻略完了です。綺麗にタイミングよく片付いてよかったぜ。なんだかんだ尊敬も結構やれるよな。熱殺大袋強襲は出せじゃない。そんで RPCS3 のプレイ模様、いかがでしたか？これからはこの高画質高速処理環境で PS3 版無双5遊んでいきます。
しかし、正直まだまだ扱いがよくわからない代物です。よりいいプレイ環境と動画クオリティ実現のため、有識者はじめ視聴者の皆様、見え方や印象について、ご意見や感想などもお待ちしております。ほんとめっちゃ欲しいです。よろしくお願いいたします。高等の虎、ここにあり。クリアタイムは8分55秒。9分切れたぜ。これぞ孫文大の力だ。ただもうちょい縮められるはず。右近撃破後の西取で制圧と精進撃破に孫ついたんでね。そこを詰めれば。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。